皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ、ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにトークしていくラジオ感覚の動画となっております。本日のお品書きはこちら、フライクで働く人のことを知る大谷編。イエーイ。はい、というわけで、じゃあ乾杯からいきますか。はい。お疲れでした。お疲れ様でした。締めも。でもあんまりお疲れ様ですって言い慣れてないみたいな話いや、ありましたよ僕ね、そうなんです。お疲れ様っていうの他人から言われるとすごい嫌なんですよね。俺疲れてるしっていう思っちゃうタイプ。逆に疲れてない。なるほど。テキストコミュニケーションでなんかお疲れ様ですって最初につけるのなんか違和感あるよあれね。嫌い、あれ嫌い。僕逆に嬉しいことはありますよ。なんかやっぱ僕ら今日のテーマ俺。あれそうでしたね。ここを膨らまさないか。いやこれもう何でもいいです。テーマ大谷さんね。そうですねなんか求職者とかなんかお客さんもそうだし、この僕を知りたいなとかフライクを知りたいなみたいな人がどんなことを知りたいかって僕分かんないから自分で喋れないんだよね。過去の話はできるけど、なのでもしなんか求職者の目線とかお客さんの目線とか一緒にプロジェクトをしたいと思って業務委託のメンバーから見た時に、大滝さんってどんなんだっけみたいなことを聞いてもらいたい、僕は。まあ、とはいってもね、X とかね、YouTube で一番出てる人だからね。なんかそうですね。皆さんの思う大滝さんのイメージって多分絶対ある共通のね、皆さん。めっちゃ使うよね、いきなり。この動教えてもらってるんですよ。この動画だけこの動画だけいきなりこのカット増えるみたいな。だからなんかね、あえてね、この違うね、いつもこの X とか YouTube で出てない大滝さんをちょっと深掘りたいなと確かに。思ってます。お酒が苦手。とかそうっすね。なんかね、九州男児だからめっちゃお酒強いんでしょって言われるけど、ね、これもね、沼ちゃん作ってくれたからめっちゃ薄いじゃん俺だけ。お酒あんま得意じゃないかな。見た目強そう。そうですね。確かに見た目強そうですし、X とかで発信してる内容とかバーカウンター作りましたとかだから、あ、お酒好きなんやなみたいな。全然映えそうっすよね。綺麗なところが好き。なんか美しいのがこれはその通りですね。確かに。あまり外には出てない大滝さんの内面かもしれないですね。綺麗は確かにありますね。配線とかすんごい気にするんですよ。本当に本当に。確かに。でも仕事にも出てるかもしれないですよね。なんかあります？本当？この仕事をする上で、そのなんか綺麗汚いみたいなところのこだわり。俺エクセルを保存した時に中途半端なセルでの位置で保存してるやつ嫌い。AA に戻せやって思っちゃう。あれ私戻しますよ。いや違う、俺びっくりした。見られてたから。あれは嫌だなって思うし、なんだろうな。なんか今のフライクはもう結構僕のこと言ってるし、パートナーさんも厳選してるから、やっぱここまでお付き合いしてるパートナーさんで長い人ってね、創業からいらっしゃる人もいるし、お世話になってるし、だいぶ切ってきたんで、さよならしてきたんで、もうなんかテイストが僕好みになってるので、なんか一発でなんか僕好みになってるのはすごいありがたいなと思う。確かに。ねそれは誰向け今の？動画編集してくださってる人がいつもお世話になってて、今日もね、わざわざね、東京からね、来てもらってるんで。そっか、そうですね。結構、気が早いじゃないですか。なんか僕はそんな気はないんですけど、嫁さんからはせっかちって言われます。でもそんな気がします。でも長く付き合ってる人たちっているわけじゃないですか、そのよりそぐりの。そのなんか、どういう人たちだったら、殴り合いしてますね。物理的に。違うわ。俺弱いんですよ。僕姉ちゃんがいて、7歳上なんですよね。僕人生人を殴ったことがない。殴り合いの喧嘩をしたことがないし、なんか負けそう、律儀とか。沼ちゃんには勝てそう。なんか僕勝てそうだこいつって思ったことがある人いないっすよ。物理的な喧嘩は苦手だけど、なんだろうな、なんかこだわりがある人は好きかな。
や、なんかね、もうそこにね、今ね、編集をしてくださってる方がいるから、あれだけど、結構やりとりするじゃないですか、僕と。で、なんでこれやってんのっていうのを聞く。あえて、例えばさ、画角の時に右上の方に寄ってたりするのがあって、なんでここなの真ん中がいいんだけどって言ったら、いや、こっちのがテイスト的にいいんでって言う時、あ、そっか。っていうなんかプロの意見を聞きたい。なんか全部、大滝さんって言ってくる人が嫌い。そう。いや、何のためにお前仕事しようとって、なんか僕がやってめっちゃハードめに言ってるけど、僕ができないところを補ってもらってるのに、なんでそこの部分を提案してくれないのかが嫌で、なんか僕が言ったことが全てみたいな人たちが嫌いかな。確かに、それでいなくなったパートナー多いですね。これどう？いいと思います。なんか、ごますりされるのが嫌だ。確かにそうっすよね。こっちがもともと分かってるものを、これでどうですか、いいですって、本当にいいんだったらもう解決しとるわいって思いますよね。わざわざそこ外注する意味ないじゃんってなるけど、だから僕は自分のやりたいことに、100% 集中したいんですよね。周りのことをやりたくない。ラーメン屋さんだったら多分豚骨ラーメンしか提供しない。餃子チャーハンとかも嫌だ。めんどくさい。俺はラーメン作るために起業してんだっていうタイプ。なので、俺がやりたいことはこれなんだっていうのが結構あるので、本当は資料作りとか自分でしたい。好き。だけど、僕がやるのはお客さんと接する時間の方が、やった方がいいのっていうことで、初めは10万の外注費用が高いなって、俺がやったらただなのにって思ったけど、僕は集中したいところあるから外注した。なので、一番最初僕動画編集しようとしましたからね。動画のパートナーがクオリティが低すぎて、1本3000円とかでやってもらってたんだけど、もうこれだったら俺がしたいと思って動画の編集を学んでとかっていうのもやってたし、だから動画のソフトとかめっちゃ検討したし、もうこの時間やるんだったらお客さんのために時間使おうって思ってたんでやってたけど、今は律樹が業務設計とかシステム設計とかやってくれるから、もうそこの部分はもう任せるっていうので、僕はなんだろう、クライクの中にピースがないところを補ってる感じかな。例えば僕がマーケ得意かっていうと得意でもないし、だけどこの中のメンバーだったら一番得意だし、誰もやりたがらないし、とかっていうピースを外注にはできない、内部しかできないことを誰も依頼ができないから僕がやってるっていう感じかな。評価制度作るとかも僕得意じゃないからやったことないし、ただ働くにあたってやっぱ評価されないでやる気が出ないとか、評価されて給与が上がっていくっていうところを外部に依頼しちゃうと、大滝さんってどんな評価制度がいいですかみたいなこと聞かれるわけじゃん。じゃなくてなんか自分でやりたいなと思って結構真剣に作っていって、ね、よくホテルに泊まってんじゃん、1ヶ月に1回。あれは自分の時間で集中してするみたいなことをよくやってる。こだわりポイントですね。こだわりなのかな。まあでもそのこだわりを生み出せるかですよね。やっぱり今カメラマンの方もいますけど、一応会話がバックログってツールでやってるじゃないですか。なんかもうバトってんのかってさっきはバトってるって言い方しましたけど、もうなんかね、やっぱ強いワードとかもやっぱ傍から見るとですよ、そうでもないかもしれないですけど、ちゃんとなんか言い合ってる感じもいや見えるんですよ。っていうのがやっぱあるし、資料作成されてるパートナーさんがいるじゃないですか。あそこももう向こうもちゃんとめっちゃ言ってくるし、大田さんもめっちゃ言うしみたいな。一回ねバトったよ。あ、そうなんですか。その資料作成のところでは3ヶ月間で30万じゃないですか。1ヶ月10万だったら、これだったらクオリティ僕が作った方が早いですって、10万の価値ないですって言って、もう分かったみたいな、そんなもんよみたいなことをとある今ディレクターも4年間ずっとやってくれてる人がいて、5年間か4年間か5年間言ってやってくれて、結構バトって、そこまで言うんだったら分かりましたみたいな、こっちも3ヶ月目にやべえすごいっすみたいな一回なんかね騙されるみたいなことはやってみるかな。一回素直に、なんか前までだったら素直に聞けないところもあったんだけど、なんか一回この人を信じるんだったら3ヶ月間をやってみようみたいな感じかな。話全然違うけど、本読む時とかも100ページまでは我慢するって決めてて、たくさん本僕読むから、こういい本と外れの本正直あるんですよね。10冊に1冊ぐらいしか当たりはないんだけど、1万円分買って1つ当たればいい本みたいな感覚でいるから、パートナーさんもそういう感覚を持ってて、パートナーさんも2ヶ月3ヶ月間ぐらい、なので1本2本っていうよりかはなんか3本ぐらいやって初めてその人の癖であったりとか、この相性の合う癖ってあるじゃないですか。
食べ物とかも僕ネギが好きなんですよね。大体ネギが入ったらうまいって言ってるらしくて、よく嫁さんに言われるんだけど味噌汁とか豆腐とか麻婆豆腐とかもそうだけど、ネギかけるとうまいうまいって言ってるんだけど、こう逆にパクチーとかダメなんですよね。今僕ニンニクがブームなんですけど、健康にもいいしっていうのもあって、でパクチーは絶対ダメなんですよ。でつきパクチー好きじゃん。はい、大好きです。だからなんか相性のいい癖の濃いものっていうのがあるので、その3ヶ月間ぐらいやらないと外部委託の人とかはパートナーとかは合わないなって思っちゃうかな。相性の悪い癖の強い人はもうダメですね。確かに。でもそれは癖はそうかもしれないですね。最初はやっぱり、なんだこれってなりますもんね。納豆とか最初からついてましたそんなにいやでも最初は多分ストレスだったんとね、ストレスっすよね。いいっすよ。いいですよいいですよ。初行に対する考えが他の方と全然違う。どういうこと？僕は初行って終わりの区割りぐらいなんです。終わりの区割りぐらいで出して、でそこからこうまたモディファイしていくみたいな。こう研ぎ澄ましていく。大竹さんの場合、もう空母リーみたいな。確かに。いやこれなんか見れないですよね。いやそう。もうね、わかるね。これはありますよ。見てくらね、もうページ1ページ目でいかない。そいやね、それね、いやそういやわかるよ。わかるけどさ。僕じゃないです。いやすごいわかるけど、なんだろうな。すごい気持ちわかる。5分ぐらいで。だけど5分ぐらい出してほしいときには。初めの数分で出してっていうコミュニケーションを最近よくしてて、なんかテイストが全く違うようになった時にって全部作っちゃうとしんどいし、僕も修正したいっていうから初めの10秒ぐらいで作ってとかっていうやり取りをお互いに最近してて、すごい気持ちがいいやり取りをしてるで資料とかもある？資料なんか僕に依頼して僕エピソード2つあります。1個はやっぱスラックですよね。テキストコミュニケーションするときにもう何が言いたいか分からん長文とかだともっと簡潔に言わんと俺分からんわみたいな。で一周されることがまあありますよねっていうのがまず1個。でもう1個は打ち合わせするとき、社内ミーティング。まあ最初に今日は何をするのかっていう結論を最初に出さんとこの何のミーティングなのみたいなのがあるので、ね、最初5月4月でしたっけ私が入社してね1ヶ月2ヶ月ぐらいの時にもう沼お前は何が言いたいか分からんから俺とお前とはもう打ち合わせせんわみたいな。いやもうね今の打ち合わせひどかった。あれ流したいもん今の動画で、そうですね今のこれとですね。もうねそれは多分全部せっかちから来てるんですよね。てかねせっかちなのはしんみりしちゃうけどさなくなっちゃう、有限なんですよね。子供といくら喧嘩してても行ってきますは絶対言いたいと思ってて、もしかもしんないし俺もかもしんないしと思ったらこの時間精一杯行きたいなっていうのがすごくあっていうのがあるからせっかちになってるんだろうなって思う。生き急いでる感じがすごくあってっていうのは前から言われてて、その富士通の時に結婚するのも同期の中で一番早かったんですよね。でなんでそんな生き急いでんのって言われたけど、彼女が結婚したいタイミングと僕が結婚したいタイミングがずれたら別れるじゃんと思って、で、まあ、よくご存知僕の奥さん、もう超僕の理解者、あの人じゃね多分無理だなこの大滝亮っていう人を制御できないもうすごいうまいと思う僕の使い方って思ったらタイミングを言わないと向こう好きって思ってくれないじゃんっていうのを思っているので、ちゃんと言いたいことは言わないとっていうのでせっかちなのはあるかもしれない。好きな人には好きって伝えたいし、嫌いな部分はここ嫌いだから改善してって言わないと自然消滅が嫌だなって思っちゃう。もったいないなって思っちゃう。あとはあれですね、大滝さんといえばやっぱり歌詞っていうこの地にすごいこだわりを持っているっていう人のイメージが、私はすごいある。本当に？ありますよ。なんかオフィスを建てるってなった時にあえて歌詞を選ぶってなかなかないと思ってて。そっか。そうですそうです。天神じゃないんかいとか博多じゃないんかいみたいな感じだと周りの人は思うかもしれないです。なんで歌詞なんだろうみたいな。まあそうよね。なんか天神と博多っ
にオフィス作ったらさ、そりゃ勝てるよ。全てにおいて。採用もそうだし。それぐらいのハンデがちょうどよくない？わあ、ちょっとかっこついてないですか？大丈夫ですか？いやだってさ、でこのオフィスを作りたいなと思ったのが、フリー時代に感じてたのが、フリー株式会社ね。その当時五反田のオフィスがあって、フリーの人たちですごい優秀な人が集まってきてたんですね、本社には。だけど九州支社には全然人は集まってなくて、でもフリーっていうワードでそれなりの優秀な人物が30名50名ぐらいに1人2人いるっていう状況になってって、やっぱ優秀な人を集めるにはオフィスって力必要だなと思った時に、確かに天神と博多に作る方が楽、だけどなんかそれって自分らしさってあるっけ？別に俺じゃなくてもできるなと思ってなったら、自分らしさって何かなっていうのと、意外とね、貸し会が潰れたらやっぱでかい。なんかすごい言い方悪いけど、あれはね、西鉄が悪い。もうちょっとやれることあったよね。絶対放置してたと思ってて、その時にうちの会社が10億の企業で30人の企業だったら絶対コンサルしてた。でコンサルできると思う。なんかもう街自体からハックしてっていうのできたけど、なんかそれがね潰れちゃったから、僕が幼稚園の時からも言ってたし、子供も言ってたけど、それが後世にこういいものというか、昔からあるいいものを残せなかったっていう観点で言うと、やっぱ自分は歌詞でした方がいいなって思って、自分らしさだなと思って歌詞を選んだっていうのがあります。採用めっちゃ困ってるけどね。まあまあそうですね。ぶっちゃけ言うと。面白いことね、案件はさ、裕福にあるから、YouTube はありがたいなと思って、採用も YouTube 経営でやればいいし、で別にここにさ、毎日来る必要はないじゃん。週に2日ぐらいだったら別に目の浜から来るとかさ、ね、大堀公園から来るのも別に今はいいなと思ってるんで、オフィスは武器だと思います。まあ個性を出すっていうところになるんですかね。こだわりなのかな、これ。こだわりだね、結論ね。変な人が好きかな。変な人か。個性がある人、あとストーリーがある人は好きかな。興味深い。個性がある人、僕らダメやな。ダメだね。君個性強い。いやもうザセンターオブジ28歳。なんでジン？しかもエンジニアとかじゃないや。28歳だ。そうもう28歳のもうド平均。そうか？そうかな。結論は人間集まれ。やばどうすんだよこれ。どうしてくれるんだ。いやもう編集者が喜ぶカットで。これは大変だぞ。これはじゃなくて、これもそうね、テキストコミュニケーション僕は上手じゃないので、美月に間を入ってもらいながらうまくね。以上でじゃあながらフライク、大滝編は終了ということで、なんか悪くないよね、ながらフライク、知ってました？ながらフライクでラフが入ってる。それわしのやつや。ない、そんな高卒でプログラマーの仕事なんて。そしたらばあちゃん大号泣始めて、お前はプログラマーになりたかったんじゃないのかと、なんなきよるこいつみたいな感じで、いやもうそんな言うんだったら